皆さんこんにちは。私のガレージにミニ旋盤がやってきました。梱包された状態の重さは約 97kg。なんとか一人で運べそうです。箱の大きさは長さ106センチ、奥行き47センチ、高さ42センチくらい。付属品を取り出していきます。M8、13mm のボルトで土台に固定されています。作業台へと持ち上げるために、できるだけ軽くしようと思い、固定センターを外しています。このナットは 16mm で少し珍しいので、持っているか確認してください。テールストックも外します。65kg、これなら妻と同じくらい。なんとか持ち上げられました。表面には黄色い防錆油が塗られています。2個のボルトを外してギアボックスのカバーを外します。モーターを回す前にベルトの張りを確認したかったからです。問題なさそうなので主軸を回してみます。意外と静かやん。低速の最高速度約1200回転です。このまま10分ほど回してみます。主軸の温度は23度くらい、問題なさそうです。触ってみると少し暖かい程度。旋盤生活で最初の油、スクロールチャックの油が飛ぶので気をつけてください。付属品を見ていきましょう。三つ詰めチャックの箱には細かい付属品が入っていました。四つ詰めチャック、チャックハンドル、三つ詰めチャックの外詰め、送りの速度を変換するギアたち、そして輸送中に壊れないようにか横送りハンドルが外されて入っていました。ドリルチャック、主にテールストックにつけて使います。回転センター、これもテールストックにつけて材料を支えるために結構頻繁に使います。ドリルチャックの軸ですね。少し錆びてます。テーパーの規格は MT2 のようですね。そしてハイスのバイトが10本、10mm 角のようです。取説はすべて英語です。旋盤の分解図や配線図も載っていて十分です。組み替えギアの波数が実際の旋盤本体と違うので、途中で仕様変更でもあったのでしょうか。付属品を大まかに紹介しました。
まずは旋盤が使えるように大サビを掃除です。パーツクリーナーで簡単に油は溶けて掃除ができます。パーツクリーナーは2本使いました。鋳鉄の切り子が結構出てくるので、そのあたりは入念に掃除してください。まずはベッド、新管 600mm です。新管とは両センターでの距離なので、この映像ではチャックの取り付け面付近から測っています。チャックを使っての作業では加工範囲が狭くなるので、ベッドの長さを選ぶときは気をつけてください。付属の三つ詰めチャックは 125mm。主軸の貫通穴は 38mm でミニ旋盤の中では大きな方でしょう。旋盤の雰囲気をつかむために材料をセットしてみました。直径 32mm、長さ約 50cm の丸棒です。と、その前にチャックが閉めにくいので、このバネは外します。チャックを使った切削の場合、50cmくらいまでの材料が使いやすそう。主軸の中に差し込むとこんな感じ。次は刃物台を見ていきましょう。だいたい刃物の高さが合っている状態です。バイトは 10mm 角ですね。作りはあまり良さそうには見えませんが、研げば切れるようになるでしょう。次回以降の動画でバイトの研ぎ方をやっていきますので、ご興味があればチャンネル登録をしておいてください。刃物台は 16mm までしかつかめません。刃物台の回転はスムーズではありません。使っていくとスムーズになってくるかもしれませんが、それと固定した時のハンドルの位置が使いにくい位置に来ます。ワッシャーを少し削れば位置を変えられるので、次回以降の動画で直していきます。刃物台の送りは 40mm 程度。長いテーパーは切れませんが、その時は別の技があります。このハンドルの送りの移動量は1周 1mm。刃物台を傾けるときは、送りハンドルをここまで動かして、ようやく2本の固定ボルトが見えてきます。これは角度の微調整の時は、何回もスライドが必要なので大変そうです。横送りの移動量は約 60mm ほど。ハンドルのメモリはロック機能はないですが、動くことなく使えそうです。ハンドル1周で 1mm 動くので直径で 2mm 削る設計です。よくある旋盤は、ここのメモリが移動量の半分の表示で直径を表しています。しかしこの旋盤はメモリ通りに動くので、削るときに2倍にする計算を忘れないようにしないといけませんね。縦送りのハンドルも最後に見ておきましょう。移動の時は引っかかる感じがして、ハンドルの大きさも小さくて回しにくいので、今後改良していきたいと思います。自動送りとネジ切り装置です。この旋盤は送りもネジ切り用の親ネジで動かします。つまりネジ切りで精度を出すのに大事な親ネジを自動送りを使うたびにすり減らしてしまうということです。できる限り自動送りを使わないように仕上げの時のみに使う等の配慮が必要そうです。テールストックです。日本語では新押し台ですね。テーパーの規格は MT2 です。左右の調整もついているので良さそうです。しかし、ロックをしているのに軽く動いてしまいます。ここも分解して改良が必要そうですね。最後にチャックを外してフランジをチェックします。
14mm のレンチで外すことができます。このチャックも近いうちに分解して掃除をしようと思います。お掃除をして、ここの PCD が気になってました。108mm の3穴でした。ここはテーパーになっているはずです。使う時が来ますのでその時に詳しく見ていきます。ということで今回、中国製のミニ旋盤 WM210V を見てきましたが、いかがだったでしょうか？工作機械のマザーマシンと言われるほどいろいろなことができるのが旋盤です。このチャンネルではミニ旋盤やその他の機械も使って、ものづくりの楽しさを発信できたらなと思っています。ご興味があればチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。次回はこのミニ旋盤 WM210V で切削する前に各部の精度を測って微調整をしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。